おはようございます。たかしです。本日は9月15日金曜日、ただいま10時8分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。Twitter では動画更新情報や FX のプチテクニック、先出しなどを配信しています。リアルタイムな情報収集、ちょっとした学びの教材としてご利用ください。アカウント情報は概要欄にあります。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日冷やしは陰線ですね。ただ、現在は冷やしのトレンドライン付近というところで、下がりきれないそんな印象も受けます。今は GMMA の青帯にも接触してきて、トレンドライン付近というところで、ここを明確に大きく下抜けてくると、ここからは一度大きめの下落になるというふうに考えられるんですが、現在はトレンドライン付近、そして冷やしでのこの上昇トレンドの反発ポイントというところで、分かりにくい動きをしているんですね。ですので、もう少しここでの揉み合いが続くのか、それともこの現在のこの小さな揉み合いですね、これを上抜けていくと、冷やしの上昇トレンドに戻っていきますし、ここを下抜けていくと、冷やしのこのトレンドラインを崩してくるということになりますので、その辺を今は見ておきたい。今はまだ分かりにくい動きをしておりますので、もうちょっと様子見かなと考えてます。もし本日大きく下抜けとか大きく上抜けするような動きをするのであれば、その流れについていけばいいと思いますが、このまままだしばらく横の動きをするということも考えられますので、その場合はまだこのレンジですね、ここ1週間ほどずっとこの高値安値っていうところがありますが、そのあたりでの動きが継続すると考えておくのがいいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は高値を切り下げ、そして安値を更新してきております。昨日も大きめの下落で直近の安値を更新してきました。ただし、ヒゲで少し下抜けたという程度で、このピンク丸を見ていただければ、安値の更新幅っていうのがちょっと狭まってきているのがわかりますか？つまり、現在ここから上昇に向かうかもしれないという、そんな形を描きつつあるというところです。ただ、その上昇に向かう兆しっていうのは今のところまだ何も出てませんので、基本的にはこの下落トレンドが続いていく。GMMA の青帯は下向きですので、その流れに沿った下落トレンドが継続中と考えるのがいいんですが、下落トレンド継続中にしても今安値圏にありますので、ここからの一旦の反発上昇というところを見ておきたいです。ストキャスティクスも安値圏にありますので、ここからの上昇っていうところは十分考えられますので、まずは GMMA の青帯付近ですね。そのあたりでの上昇になるのか、先ほど冷やしで言ってましたここですね。ここ1週間ほどずっと揉み合いだと言いましたが、ここにボックスみたいなのが描けるんですね。つまりこの直近の高値、安値での今はレンジになっておりますので、高値が 184.5 ぐらい、安値が昨日安値、だいたい 182.5 ぐらいでの間でのレンジという前提で、まずはトレードをしていくのが良さそうです。今はストキャスティクス安値圏にありますが、MACD 弱いので、基本的には上がったところは売られやすい。本日はそんな相場だと思います。もし急騰するような動きをするのであれば、昨日のこの下落を打ち消すような強い上昇が本日起こるのであれば、戻り売りは様子見ですが、基本的には下落トレンド中なので、その流れに沿って上がったところからの戻り売りを短くしていく。ただ安値更新のこの値幅が小さくなってきてますので、どこかでまた現在はダブルボトムからの上昇になるかもしれないですし、その一旦下落してきたとしても、現在は上昇に向けての値固めをしている途中かもしれませんので、その辺は注意ですね。では1時間足です。1時間足は GMMA が上がったり下がったりと分かりにくい方向感のない動きをしております。4時間足冷やしで見てましたレンジですね。1時間足にはこの赤い平行チャンネル、わずかに下向きになってますが、この平行チャンネルの中で現在は動いております。直近のこの高値に当てたものを、ここの安値ですね。9月11日の安値に当てました。そうすると昨日そこで綺麗に反発してきているのがわかりますよね。つまり、現在は4時間足は下落トレンドで下落中なんですが、今1時間足ではこのレンジの下限にありますので、ここからの一旦の反発上昇を見ておきたいです。まずは1時間足の GMMA の青帯付近ですね。そのあたりまでの上昇を見ておく。そこからの次の下落の流れっていうのを見ておきたいですが、過去のこの GMMA の動きを見ていても結構 GMMA 上抜け下抜けをしているんですね。ですので、本日も上昇してくれば青帯、この GMMA の青帯を上抜けてくるっていうことも考えられます。が、大きくは4時間足では下落トレンド中ですので、やはり上がったところは売られやすいとは思います。ですが、ここのところの動きをずっと見ていてもわかるように、結構乱高下をしているんですね。ですので、中途半端なところでポジションを持つと、どちらに行くのかが分かりにくいっていう、そんな動きを1時間足ではしてますので、その辺は注意が必要ですね。今はこの平行チャンネルの中で動いているのであれば、下限まで引きつけてからの上昇の流れ、もしくは上限まで引きつけてからの下落の流れっていうのを見ておくといいと思います。
そして先ほどツイートしたんですが、15分足の動きの想定もしておりますので、図はこちらですね。詳しくは今朝のツイートも見ていただけるとコメントを載せて投稿してますので分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。